ドブレフィエルの猫。昔々、フィンマルクに住んでいる男が大きな白クマを一頭捕まえた。デンマークの王様に献上するつもりだった。さて、ちょうどクリスマスイブにドブレフィエルに差し掛かったので、近くの小屋に立ち寄った。そこにはハルボルという男が住んでいた。クマと一緒に泊めてもらえないかと頼んだ。神様に誓って嘘じゃないんだがね。とハルボルは言った。今は誰も止められないんだ。毎年クリスマスイブになるとトロルの群れが押しかけてきて、こっちは逃げ出すしかないのさ。自分の家にだって住んでいられないのに、人に貸すなんてとんでもない。おや、と男は言った。それだけのことなら家を貸してもらえるじゃないか。俺のクマはあちらの暖炉の下に寝かせておく。俺は奥の部屋で寝るから。男がしきりに頼むので、とうとう泊まってよいことになった。家の者たちは出て行く前にトロルたちのための支度をすっかり整えていった。テーブルにはミルクがゆ、アクで煮た魚、ソーセージ、その他ごちそうが並んだ。お祝いの宴さながらだった。さて、支度ができるとトロルたちがやってきた。大きいのもいれば小さいのもいる。長い尻尾のもいれば尻尾のないのもいる。鼻の長いのもいる。トロルたちは食べて飲んであれこれ味見をした。その時、小さなトロルの一人が暖炉の下に寝ている白クマに気がついた。ソーセージを一切れフォークに刺してクマの鼻先に突きつけ、甲高い声で叫んだ。猫ちゃん、ソーセージいるかい？すると白クマがむっくり起き上がって顔をとうなり、トロルの群れを丸ごと大きいのも小さいのも残らず家から追い出してしまった。次の年のクリスマスイブの昼下がり、ハルボルは森で焚き木を割っていた。今年もトロルが来るだろうと思って祝日の前に焚き木を用意しておこうとしていたのだ。一生懸命に斧を振るっていると森の中から声がした。ハルボル、ハルボル。なんだい？とハルボルは言った。ここにいるよ。まだあの大きな猫を飼っているかい？ああ、飼っているとも。とハルボルは言った。家の暖炉の下に寝ているよ。それに今は子猫が7匹いて、親よりもっと大きくて凶暴だぞ。そうか。それならもう二度と遊びに行かないぞ。と森の中のトロルが叫んだ。そして約束通り、それ以来トロルたちがドブレフィエルのハルボルの家にクリスマスのお粥を食べに来ることは二度となかった。